こんにちは。アニメ紳士です。今回は有機爆発バーンブレイバーン第6話への視聴者の反応をご紹介します。この動画を見るといろいろな感想や解釈を知ることができて、アニメ視聴の楽しみが増えると思います。ぜひ最後までお楽しみください。タイトル出しちゃったよ。タイトル出すな。映像を出すな。どういう原理というかどういう必要性だ。自分でタイトルロゴ。あ、投影してたんだ。なんだそのタイトルロゴは。何を投影してるんだ。押してマイラナなんて言い方初めて聞いた。こいつらいまいち会話する気ないだろう。パイロットいないと弱いからか。やっぱり中にいたのか。すごい勢いで終わった。杉田はガガピーしかセリフがないと思っていた。普通に気持ち悪い会話できるのか。戦うことは溶け合うこと。新キャラの女のシーンの少なさよ。言語が通じても会話は通じない。面白くなってきたな。いろいろやばすぎるだろう。ルルはパワーアップパーツか何かな。生体 CPU。やはりパイロットがいないと本来の力を発揮できない。押してマイル押してマイルうるせえ。あとひょっとしてこいつら萌えパワーで動いてんじゃねえだろうな。押してマイル。腐女子や JK に流行りそう。もうすでに定着しているが。押してマイルってどういう意味？今週はイサミはあまりかわいそうじゃなかった。ダンジョン飯でも思ったが、男性声優にも歌唱力が求められる時代か。収入が増えるし。やっと話が動いたな。これうちクール無理や。なんかどうにもシリアス感が足りないというか、ブレイバーン以外の登場人物も結構異常だよな。今日合流した連中も軍人とはいえ、突然こんな世紀末状態の世界になってるのに、メンタルが平常心すぎる。ガルガンティアかぶり多いな。ダンジョン飯にもイカちゃんが出ていたし。こういうのでいいんだよ、こういうので。番組ロゴもブレイバーン製だったんだな。下手したらこのアニメがブレイバーンの自伝落ちなのでは。しかし再生ロボットとか相手にする余裕あるのか。敵ロボット全部倒せんだろ。突然ブレイバーンの語りから始まってダイジェストで敵幹部倒しても驚かんわ。なんで杉田はあんな侍感あったんだ。日本の時代劇見て育ったロボなのか。それにしてもブレイバーンなしでよく今までしのげたな。日本はこっち側の兵器ほぼ通用しないのに。今更ながら TBS でロボットアニメって相当久しぶりな気がする。いつ以来だ。杉田が出てたロボアニメというとバックアローを思い出した。これはもしかして対話して納得させるのが最終的な話になってくのか。話聞かないタイプとめんどくさいタイプで言葉のドッジボールやめろ。違法。腐った上に声をただった。みゆさんはブレイバーンよりステルビア派か。みゆちゃんスイタボイス好きか。理想の死に方するのが目的だから、追い込むことはあっても滅ぼすことはなさそうで、結構生存者が普通にいそうな感じだな。今回見た限りだと。ステルビアにとってのイサミーガルルなのか。エンブレム、ロゴと背負うものが大きくなってきたな。稲田ロボと戦うと思ったらまさかの杉田ロボ再登場とは。ブレイバーンの操縦はエモーショントレース式なのか。しかしやっぱアクションすげえわ。ステルビアはギブアップせいとか言い出しそうだな。とにかくブレイバーンはハッキングが得意だということだけは分かった。すげえ面白いんだけど謎の部分は何も判明しないし、なんなら謎が増え続けてんだけど。ステルビアも悪いやつじゃなさそうだな。ステルビアの言語を何を言ってるかわからんって言ってたけど、ブレイバーンはあいつらと同族じゃないのか。変わらないなお前は。言葉は勝ってない。雰囲気で言ってただろこいつ。大張りによると庭の時のステルビアのガガピーは、何を言ってんだお前は的な意味だったらしいけど、まさかの言語通じない系の意味だったのか。とりあえず自衛隊と在日米軍がかろうじて戦力保ってたのは朗報なのか。ロボアクション部分は文句のつけようがないけど、謎はわからないままさらに謎が増えるし、ブレイバーンは相変わらずうさんくさいし、イサミのメンタルが相変わらずガタガタだし、俺たちは何を見せられてるんだ。デス・ドライブズと戦わずに今回みたいな漫才で解決していくんか。これおもろすぎる。チラ見せしたごついやつ出てくるのかと思いきやまさかのステルビア。やっぱ不死身なのかい。
これ各国が分断されてるから、一部のデストライブズとは返しても、今度は人間同士で戦う羽目になる予感。今回を見て、そんな重い話になると思うか。初巻変態ロボ楽しみにしてたのに、違う変態ロボだった。ルルはマスターなのか。スペルビアもキモかった。もしかして兄弟か。侍系に一人ってあるんだな。今はまだ押してまいらぬとかいう謎セリフ。生存者軍人ばっかやん。民間人は。なんかのインタビューでスタッフ的には実質8話が最終回クラス的な話やったけど、ここからどうやったらそんなことになるかわからん。インタビューじゃなくてトークショーでバリ監督が言ったらしいぞ。というか、ハワイでの私とイサミの物語はチャプター1だけだったのかよ。何分喋ったんだよ。ガッテムとか言ってたのあなた。ここでスペルビア再登場は予想外だった。ブレイバーンと戦った記憶はないけど、ルルは失ってるから、日本の塔でルルなしの状態で再生されたとかだろうか。てかやっぱルルはスペルビアの本体ではなかったな。ブレイバーン美少女説唱えてた人残念でした。後半濃すぎて前半の記憶がすっ飛ぶ作風。なんとかなりませんかね。前半終わった時も、まだ前半が終わっただけなのかよってなったのに、まさか後半さらにこんな展開で来るとはな。果たして杉田は味方気になるのか。しかしペースが速いのか遅いのか、よくわからんアニメやな。話にちゃんと緩急がついてるんだよ。ただ1クールでやるにはボスの数が多すぎるだけで。スミスの機体って強いんだね。敵撃ち落としちゃった。これはスペルビアにスミス乗りそうやな。すまない。生理的に無理だ。闇落ちルートまっしぐら。オープニングのスミス闇落ち。誘導しそうなのは他のデスドラってことかな。ルルの代わりにスペルビアに乗ることになって、その回数かもしれん。ブレイバーンを残存部隊に説明する過程で、必ず勇み合い挟まるから、活躍すればするほど、勇みへの風評被害が広まっていく。スペルビアとルルとの間に関係ないスミスは何なの？スペルビア、ルル、スミス、ブレイバーン、イサミ、これだぞ。スカイナダロボは何してるんだ。濃厚な三角関係、ラブコメしてきたな。ブレイバーン、やっぱり何か隠してるよな。しかしスペルビアはブレイバーン知らないっぽいし、デスドライブズとブレイバーンはどういう関係なんかね。アキラ小さいなと思ったら155センチあった。スミスがでかいから小さく見えた。お前の声と見た目でイサミやスミスより年上なのかよ。軍人の生存者はいたけど、東京で生きていた住民はどこに行ったのか。宇宙戦争みたいに捕獲されてるのかもしれない。イサミやルルのように人間を乗せるとパワーアップするから。スミスはモテすぎじゃね。主人公より主人公らしいイケメンだからな。短期間でちゃんと地球の兵器でも敵撃破できるようになっててちょっと感動したわ。ただ塔のせいで雑魚敵無限湧きかと思ったらネームドすら普通に湧いてくるとか絶望しかないな。ブレイバーンの言ってた対話が重要ってかなり確信に近いんだろうな。イサミに大丈夫を言い続けるブレイバーンのあれは、希望を信じてるっていうより絶対に生存者がいるって確信してる口調だったし、こいつだけループ2周目とかなんじゃないか。確信しているならあらかじめ仲間に言わないのはおかしい。いくらミサイルを誘導できるからって仲間からすれば信頼を損なうだろう。っていうか新技が相変わらず怖かった。何しれっとミサイル乗っとってんねん。エンブレム付きでよ。ルルは強化パーツ扱いなのか、それとも何かしらスペルビアと物語があるのか楽しみだな。関連としてオープニングの謎の少女のことも明かされそうかな。そういや地味にブレイサンダー形態で頭引っ込めたままめちゃくちゃうなずいてるの。気持ち悪かったな。塔の生産設備とバックアップさえあればデストライブズは何回でも復活可能なのかな。どんだけ倒してもキリがない感覚だって言ってるし、そうなんだろうな。そういや今話はイサミがずっと服を着てたな。推し活ブームだからロボットが人間を押すのがテーマなんじゃ。ブレイバーン、イサミ、スペルビアン、ルル。今更だけど、背中に投影した映像に有機爆発まで入ってるのが草なんよ。勇者シリーズなら自分から勇者を名乗るのはお決まりではあるけど、ブレイバーンだと
なんでこんなにシュールになるんだろう。そういやスペルビアが名乗ろうとした時も遮りやがったからなブレイバーン。本当は違う名なのかもしれないぞ。監督によると、ブレイバーンはヒロインで、うるせえやつらのラムちゃんみたいなものらしい。宇宙人の押しかけ嫁ってことだろう。そういや今回はイサミかわいそうがトレンド入りしてないようだが、代わりにイサミのメンタルがトレンド入りしてたのくさ。最高のアップライジングでサンライズ、日はまた昇るを匂わせてる演出が勇者シリーズへのリスペクトを感じて好き。私がブレイバーンだからだ。今週は熱いロボバトルからロボコントまで見せてくれて濃密な時間でした。杉田智和がまともに喋った。杉田智和言うな。いやマジで展開が読めねえ。むっちゃ面白いやんけ。でもってブレイバーン、トマホークとか誘導弾の前段ハッキングとかやばい戦略兵器じゃん。こいつが一番脅威なのでは。今さら6話は面白かったけど謎が多いな。戦闘一辺倒かと思ったけど後半はそうでもなかったのが意外だった。あと日本人全滅かと思ってたけどそれなりに来ているようで少し救われた。来週は結構話が動きそうだな。一気に盛り上がってきました。レイパーとの包囲爆撃をせざる得なくなるシーンは、同監督の銀装機コオーディアンの7話の絨毯爆撃を彷彿とさせてハラハラしましたが、ブレイバーンがいたことで防げたのは何かしら意味があるかもです。切迫した状況、迫り来る敵メカの軍勢、日の出の光で神々しく輝く主役機、往年のオタクの好きな要素がたっぷり詰まっている。ちなみに私は三島二刀陸衣派です。いろいろとメリハリが効いた後半の展開に意表をつかれた。ロボットたちの価値観が興味深い。爆撃ギリギリに見つけた生存者、迫り来る敵をミサイルを誘導して爆散するブレイバーンがかっこいい。だったのにやっぱり鬼人です笑い。熱い展開に水を差すのもブレイバーン。タイトルをバックに映すのやめて笑い。一度倒したはずのスペルビアとルルの関係は何だろう。マヤの姉妹艦の白露、艦番号180も登場しましたね。そしてマヤ型と米海軍のバレーバーク級の描き分けにこだわりを感じました。日本のイージス艦は環境が高いですからね。世界中が遠距離無線が使えないミノフスキー状況下のような状態だった。いちいちミリタリー関連が納得いく行動をしているからこそ異物であるブレイバーンが引き立つ構造がうまい。ブレイバーンに新たな力が覚醒した6は生き残ってた同士も無事に見つかった矢先、倒したはずのあの人型ロボスペルビア、言語翻訳したら超イケボやん。ルルを返上せい。で、やはりルルが登場者。一体どんな関係が。ミサイル制御技を出す時のブレイバーンのポーズ悪いやつがするやつすぎる。チャプター2、キモいブレイバーンを見ると嬉しくなるぜ。多方面にフラグを立てるスミス。スペルビア、ルルではなかったのか。でも重要ではあると。押して参らぬって日本語初めて聞いたよ。この回、かなり好きかもしれない。ブレイバーンの気持ち悪い語り、チャプター2、も聞きたすぎる。ブルとスペルビアがガガ T で共鳴してたのを見て、なぜかほっこりしてしまった。あと、いかつい TS に乗ってたちっちゃいお姉ちゃんが可愛すぎて気になる。刻一刻と砲爆撃が迫る中での、イサミたちによる緊迫感あふれる生存者捜索や、ブレイバーンの新機能覚醒が扱った A パートから一転、B パートは唐突にスペルビアとのロボコントが繰り広げられて笑いました。一体ルルはどうなるのか、次回が楽しみ。アイキャッチでは地球を背に剣を構えて、日の出を背に助けに来る。ブレイバーンが太陽みたいで、ミサイルも書き換えられるならそりゃ絶対に大丈夫よね。塔の破壊の話中に、ルルを映してるのはそういうことなのかな。敵も喋り出してイサミのメンタルが。ミサイルを操ることもできるとは、ブレイバーン多機能すぎる。イサミを励ます姿は頼もしいけど、愛は重い。新キャラのウキラとシェリーは、スミスと仲良くなりそう。まさかのスペルビア復活。杉田智和さん。声はイケメンなんだよな。笑い。ルルは彼のコアだった。やはり宇宙人。熱、苦しい。スペルビアは別個体でコアはルル。
杉田さんの熱演で苛立ちも加速。新キャラの三島さんが可愛い。通常兵器でもやり方次第で戦えるようになったので、各キャラの見せ場が増えたね。緊張感ありの壮絶な戦いだったけど、何このポーズ。杉田智和がこれで終わらないとは思ってたけど、まさかこのタイミングなの驚いた。同胞が守ろうとした地を、これ以上破壊するのは忍びないが。熱い魂のキング司令かっこよ。ここだけいつもシリアスになるんよね。誘導砲弾や巡航ミサイルの識別信号を書き換えたり、スペルビアの言葉をそれぞれの言語で聞こえるようにしたりと、よくある便利な謎テクノロジーもブレイバーンが使っていると、ご都合主義というより何かヤバそうな秘密が隠されていそうで、むしろ怖さを感じてしまう。日本上陸、迫る爆撃、生存者は、ついに行かれたノリからシリアスへの不安も、ブレイバーンが大丈夫と言うなら大丈夫だろう、と思えてしまうのが悔しい。他方、見せるべきを熱く描いた後は、再び行かれた展開に戻るのが、実に本作らしい面白さ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介していきます。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アニメ紳士でした。